こんにちは。この度、生産性出版さんからカスハラクレーム予防の教科書が発売になりました。この本にかける思い、苦労した話、そんな裏話をちょっとしてみたいと思います。この本はですね、出版社さんの方からクレームに関する本を書いてもらえないかという打診をいただきまして、ありがたい話なのでお受けしたんですけども、実は最初に話をいただいて着手してから1年半ぐらいかかってしまったんですね。で、それはなぜかっていうと、もう当然こういったタイトルで本を出しますので、すでに世の中に出している先輩方の書籍もありますので、それを全部読ませていただきました。そうしたところですね、ちょっとこれは、いい悪いの話ではないんですけれども、クレームに関しての書籍というのは、接客マナー講師の先生方が書かれているような、お客様を怒らせてしまったときは、誠実にお話をお伺いして、丁寧に謝罪して、ご納得をいただいて、ピンチをチャンスに、クレーム客をファンに変えよう、みたいな、くくりの本であったりとか、また一方では元刑事さんとかね、警察とか弁護士さんとか、そういった方々が、もちろんリスクマネジメントの観点もそうなんですけども、そういうけしからんお客はどんどん訴えてしまおうとかですね、法律的にはこういうふうにバッサリと切り捨てることができるんです、みたいなくくりの本だったりして、バランスよくね、中間でまとまってる本がなかなか見つけられなかったんですね。で、もう一つ気になったのが、これは出版の編集を担当してくださった方とも散々議論したんですけども、この本のタイトルの中に予防っていう言葉を入れたんですね。で、この予防というのが実は、カスハラにしてもクレームにしてもすごく重要な要素だと私は考えていて、起きてしまってから何をやったところで、コップからこぼれてしまった水っていうのは元には戻らないですよね。そもそもそんなことが起こらなくていいようにするためにはどうしたらいいのかっていうことをもっともっと本質的に深く考えてほしいなという問いの投げかけがあったんですね。で、これはどういうことかっていうと、例えば火事が起きてしまいますと。ぼやが出てる。もうすぐに効く、よく火が消せる消火器を探せっていう火がついてしまってからいち早く消すっていうことももちろん大事なんですけども、そもそも火事が起きないためにはどうしたらいいのかっていうことを考えるような本が世の中になかったんですね。なのでこの予防という観点で、そもそも何が原因でクレームが起きているのか、カスハラっていうのは 100% 大声を出す人が悪いのか、また逆に自分たちを責めすぎるのも良くないんじゃないか。そもそも論だけれども、そうなる原因というものを全部テーブルの上に並べて、一つずつなくしていける、消せるものがあれば、クレームやカスハラは激減するんじゃないかっていう、そんな思いで書かせていただきました。編集の方がですね、もう好きなだけ書いていいですよ、高木さんというふうに言われたので、ずーっと原稿の文字数も気にせず書いたら、こんな分厚い本になってしまってですね、完成本が来た時に私びっくりしたんですけども、内容満載でございます。で、この本の注意点としては、即効性のあるね、この本を読めば、クレーム客が撃退できるとか、そういうことは書いてないです。答えを探している人にとっては、いや、この本には答えが書いてないじゃないかっていうふうに感じられるかもしれません。でも、常日頃クレームに悩んでいる経営者の方やマネジメントの方、そして現場の第一線でクレームと向き合っている方は、この本を読んでいただくと、心の中のね、もやもやが晴れるような、そんな読後感を持っていただけるんじゃないかと、そういうふうに思っています。もしよかったらですね、ぜひ手に取って読んでいただいてですね、で、また本を読んだ感想をですね、お聞かせいただければと思います。Amazon などで、ネットにね、口コミという形で Google でも結構ですし、書いていただけると大変励みになります。いただいたコメントはすべて目を通しておりますので、もしよかったらぜひお読みいただき、感想もお寄せいただけると嬉しいです。ということで、ぜひお読みください。お待ちしております。ありがとうございました。